こんにちは、ゆうかです。石川県に到着しました。今日はパパクリッパで石川県日本一周をしたいと思います。前回沖縄編をやったんですけど、その時の高評価数が9834だったので、今回もちゃんと9834円ちょうど用意してきました。車で北陸まで来たのは初めてなので、今日は楽しんでいきたいと思います。それでは気を抜くまで気を抜かずに行ってきます。日本一周はこれで13軒目ぐらいになるのかな。だいたい4分の1は制覇しましたね。日本一周を始めてから1年以上経ったんですけど、これで4分の1だから単純計算したら4年ぐらいかかるってことですね。あと3年は楽しめそうです。前回の沖縄編で皆さんたくさん高評価ありがとうございました。おかげで今日はちょっと予算が多いので美味しいものをたくさん食べたいと思います。やっぱり石川県といえば海鮮が有名なので、海鮮も食べたいし、いっぱい美味しいもの食べて暴れたいと思います。日本海って波が荒いというか流れが速くて、お魚がそれで鍛えられて身が引き締まって美味しいっていうのは聞いたことがあるんですよ。だからとっても楽しみなんですよね。今はちょうどお昼ご飯の時間なんですよ。だから腹ごしらえができるとあるところへ向かっています。今は城南通りというところをずっと通っているんですけど、この先には金沢城公園とかがあるっぽいです。金沢いろいろ回りたいんですけど、結構広そうなんですよね。端から端まで行けるかな。調べてみたら全国で縦に長い都道府県ランキング第3位らしいんですよ。3位って結構すごくないですか？レンタカー借りたりとか、こういう車でドライブしないと回りきれないのかなって思ったんですけど、なんか意外と観光地が結構密集していて、すごい便利だなって思いました。兼六園とか、あと今から行くところもそうなんですけど、全部同じとこにあるんですよ。なので行きやすくてありがたいですね。さっきお母さんの電話してて、今石川県にいるよって言ったら、お父さんも石川県の大学通ってたよって言ってて、だからパパクリッパも金沢出身ってこと？あれ、それは違うか。全然違いますね。お父さんが大学を出て20年30年後に出会ってるから、パパクリッパは多分初めてですね。石川県ってすごい雨が降る都道府県らしくて、弁当を忘れても傘を忘れるなって言われてるぐらいらしいんですよ。だから石川県×雨女の私で、絶対もう今日降ること決まってましたよね。石川県は降水量も全国トップクラスだから、これ多分降ってるの私のせいではないですよね。石川県だからですよね、きっと。やっぱり日本一周で結構いろんなところ回ってるから、最近は運転も少し慣れてきたんですよ。最初このパパクリッパを手に入れた時はずっとこうやって前かがみになりながら運転してたんですけど、最近は少しこうしてリラックスして運転できるようになってきたから、結構ね上達したんですよね。まあでもこうやって慣れてきた時が一番危ないって言うから、これからもずっと安全第一で行きたいと思います。あと5分くらいで最初の目的地に到着します。楽しみ。どこかな、私が行きたいところ。あ、発見あった。じゃーん、大道町市場です。ここで新鮮なお魚を食べたいと思います。中はこんな感じになっていて、ご飯を食べるところがあったり、お魚が売られたりしています。昔日本一周静岡編の時に行った焼津お魚センターと少し似てますね。市場はだいたいこんな感じか。楽しい。私こういう市場めっちゃ好きなんですよ。ここの近江町市場は170店舗以上のお店が集まっているそうです。石川県民の台所って呼ばれているらしくて、果物だったり、もちろんお魚だったり、あとこういう感じでお洋服とかも売ってるところがありますね。
いろんなものがあって楽しいです。見て見て、面白 T シャツだって。肉は友達こんなの買ったらみんなに怒られるかな。高評価もらえなくなっちゃうかな。ゆうかちゃん予算変なところで使っちゃうからなって思われますよね。ここは一旦我慢しましょう。いいですね。ここの市場はこうやって屋根があるから、今日は雨なんですけど傘なしで観光できて楽ちんですね。肉寿司の食べ歩きだ。見てみて、炙り肉寿司、大道大市場限定らしい。ちょっとこれ食べてみよう。じゃーん、能登牛炙り肉寿司ゲットしました。これ金箔がかかってるんですけど、そのせいなのかめちゃくちゃ高くて2貫で1000円もしました。味わって食べます。いただきます。めっちゃ美味しそう。なんじゃこりゃ。柔らかくてトロトロで美味しい。やばい、すぐ1000円がなくなっちゃう。うますぎる。ごちそうさまでした。あっという間に完食しちゃいました。じゃーん、生牡蠣を注文してみました。うまそう。この生牡蠣は1つの700円しました。他にものどくろとかあって注文しようと思ったんですけど、1つ1000円ぐらいしちゃって結構高いから予算使いすぎちゃうかなって思って牡蠣だけにしました。見て、プルプル。絶対美味しいよねこれ。うまい。やばい、見られた。ごちそうさまでした。死ぬほどうまかったです。美味しかった。もう牡蠣美味しすぎてゆうかきに改名しようかな。それか鈴柿優香なんかめっちゃかゆい人みたいだね。マジで美味しい。うまいうまいうまい。牡蠣うますぎ。うわ、待って、ウニあるんだけどめっちゃ美味しそう。いやでもさすがに1つ800円だし予算使いすぎですよね。どうしよう。すいません、誘惑に負けてしまいました。これで本当に最後にする。すごいウニのこの外側初めて触った。いただきます。おー、うまそう。うまい。美味しいけどこれも一瞬でなくなっちゃう。うわー、うまい。ごちそうさまでした。あっという間に冷え去りました。車に戻ってきました。お腹いっぱいにはならなかったんですけどめちゃくちゃ美味しかったです。でもあのままずっと市場にいたら多分予算使い切っちゃってたのでなんとか抜け出せてよかったです。いや、大道大市場めちゃくちゃ良かったな。一番美味しかったのはやっぱり生牡蠣ですね。生牡蠣大好きなんですよ。あそこのカウンターで買ってそのままその場で食べれるっていうのはすごく新鮮で面白かったです。薬局の大黒があるのって西日本じゃなかったっけ。大黒があるんですけど石川って西日本の扱いなのかな。結構石川って日本の真ん中あたりっていうか中心の県ですよね。
この間沖縄も行ったし、日本一周企画ではないんですけど北海道も行ったし、私めちゃくちゃ移動してるな。さっき市場に入る時は雨降ってて、出た時は止んでたんですけど、また今降り出しちゃったんですよ。すごい天気に左右されますね。次に行くところは雨が降ったらもう逆に雰囲気が増すような、そんなとこに向かってます。そこもねすごい楽しみにしてたんですよ。石川城は見えないんですけど、今走ってるここはお堀通りなんですよね。さっきの大道大市場にもお酒が結構売ってたんですけど、生ビール1杯500円とかすごい買いたかったんですけど、日本一周の時はねお酒が飲めないんですよ。さっきも昼飲みやってますって看板でしたけど、めちゃくちゃ誘惑してくる。いや、何があっても飲まないからね。東茶屋街にやってきました。ここは江戸時代後期からある美しい街並みが有名な茶屋街だそうです。少し探索してみようと思います。こんな感じの街並みです。すごいレトロな建物がたくさんでエモいですね。時代劇に出てきそうな街並み。おー、すごい不思議な雰囲気ですね。このまま猫と出会って、そのまま猫に導かれてどっかの国に行っちゃうみたいな映画ありそう。ここの東茶屋は金沢駅からバスが出てるらしくて、10分ぐらいで来れるみたいなんですよね。結構アクセスがいい。私は車だから今日は関係ないんですけど、普通に電車で来ても結構来やすいですね。お昼過ぎが結構人が少なくて観光のゴールデンタイムらしいんですけど、確かに結構人は少ないですね。なんか江戸時代にタイムスリップしたみたい。江戸わちきは金箔ソフトが食べたいでありんす。お、金箔ソフト発見。すごくないですか？全体的に金箔がかかってる。美味しいのかな金箔って。待って、高っ。891円。白一高いな。でも食べたい。せっかく来てから食べよう。金箔ソフトゲット。すごい、写真詐欺かと思ったら本当に金ピカなソフトクリームが来た。果たしてこれは980円したんですけど、本当に美味しいのか。いただきます。あ、美味しい。980円ちょっと高すぎるんですけど、人生で一番高いソフトクリームなんですけど、でも味は普通に濃厚で美味しいです。ただ金箔の味はそんなにしないですね。ここのお店は白一って言うんですけど、それでこの値段が白一で税込み980円だったんですけど、金箔部分意外と少なくて白一で終わりそう。やばい、私めっちゃ唇金になってない？食べるの下手すぎてやばい、口に金箔くっついた。これはこれでいいか。なんか高見えしそうじゃない？美味しかった。それじゃあもう少し散策してこようと思います。ここのお店に九谷焼が売っているみたい。昨日いろいろ調べていて、九谷焼作り体験とかもあったんですよ。自分で作るの楽しそうだなって思ったんですけど、ちょうど今日定休日だったんだよね。だから売ってるやつちょっと見てみようかな。すごい。私も自分でパパクリッパの絵とか描きたかったな。かわいいですね。
東茶屋街を出発して、次は河北型メタセコイア並木に向かっています。そこはメタセコイアという杉の一種なんですけど、その木が500本以上並んでいるドライブに最適なコースだそうです。すごい舌を噛みちぎりそうな河北型メタセコイア。めちゃくちゃ言いにくいんですけど、これ何回も噛んで超取り直してるんですけど、すごい綺麗らしいので楽しみです。なんかこの辺はすごい穏やかな田舎道で、とっても綺麗ですね。緑が生き生きしてる。あとだいたい5分ぐらいで着くかな。もうすでにドライブコースに最適なんですけどね。今日は朝から雨が降ったり止んだりしてて、今ちょうど止んでるタイミングなんですよ。だから今がチャンスなんだよね。このまま降りませんように。私の実家も結構田舎で緑が多めなんですけど、さすがにこの辺の方が緑が多いですね。ちょっと負けてるかも。すごい自然豊かな。この左側にあるやつはハスかな？秋田で見た大きなハスとちょっと似てますね。違うかな？すごい。まもなく。あ、もうすぐ見えてくるかも。あるそうじゃない？メタセコイアじゃない？おー、来た！メタセコイア並木。すごーい。うわ、思ったよりめちゃくちゃ綺麗にビシッと並んでますね。わー、すごい不思議。面白い。森の中に迷い込んだみたい。わ、すごい。ここは結構人気スポットらしいんですけど、今日は平日だから空いてますね。よかったです。おー、抜け出した。楽しかった。いやー、メタセコイア並木めちゃくちゃ良かったな。やっぱり車からいい景色を見れるのはとってもいいですよね。こういうドライブコース大好きなんですよ。パパクリッパもきっといい景色を見れて喜んでるし、私も降りずに観光できてるからウィンウィンなんですよね。石川県にはもう一ついい感じのドライブコースがあるんですよ。今からそこに向かおうと思います。今はずっと海沿いのバイパスを走っているんですけど、もう雲がねめちゃくちゃ分厚くて黒に近いような色をしてますね。これ天気大丈夫かな？夕焼け見れるかな？もう間もなく到着です。今から行くところは千里浜渚ドライブウェイっていうところです。ここ結構有名だからみんな知ってるかな？ここは日本で唯一車で砂浜を走れる道路なんですよ。海沿いまで行きます。パパクリッパ頑張ってね。おー、海がめっちゃ綺麗。こういうとこで車中泊とかしても楽しいんだろうな。すごーい。ここの海の木脇を走れるってすごくないですか？おー、タイヤがはまらないか不安。わ、すごーい面白いですね。もう2メートル先に海がある。不思議な感覚。なんかちょっといけないことしてる気分だ。出ててくださいって言われそうですもんね。おー、楽しい。なんかマリオカートにさ、こういう砂漠のコースありますよね。あそこのコース嫌いだったな。ここの砂浜は砂粒がすごい細かいらしくて、水分を含むとこの砂が硬くなってアスファルトみたいになるんですよ。だから走れるそうです。すごいね、普通の砂じゃないんだね。お石川道情報ネットっていうのがあるんですけど、それに今日はここ通行できますよとか、今日は通行止めですっていう情報が書いてあるので、それをあらかじめ見てから来ました。今日はね通れる日だったから良かったんですけど、ここ来たい方はそれ見てから来た方がいいかもしれないです。日によっては通れない日もあるみたいなんだよね。
この時間は本当は夕日が綺麗なはずで、その時間帯狙ってきたんですけど、今日は見えなさそうですね。雨が多い石川と雨女の私の掛け合わせは恐るべしですね。わ、鳥がいる。めっちゃ鳥いる。かわいい。なんだろうこの鳥。すごい。めっちゃ集団行動してる。かわいい。頑張れよ、日本海の海で。結構長いですね。何キロあるんだろう。すごい。おうわあ、やばい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 。大丈夫かこれ。あ、パパクリッパ大丈夫。パパクリッパ大丈夫か。終了。おー、すごい。2、3キロぐらいありそうな距離でしたね。楽しかった。やっぱこういうドライブコース好きだ。面白い。ぜひ他の県でもこういう面白いドライブコースありますっていうのがあったら教えてください。絶対行きます。ということで皆さんお察しの通り、私はそろそろお腹が空いてきたので、このまま金沢駅方面に戻りつつ、美味しいご飯を探したいと思います。もりもり寿司にやってきました。さっき受付してからここ入るまでに2時間も待ったんですよ。めちゃくちゃ行列で60組くらい並んでました。私今日受付した人の中で一番最後の人だったらしくて、ギリギリ今9時25分なんですけど、ラストオーダー残り5分のとこで入ってきました。いやもう危なかった。メニューはこんな感じになってるんですけど、あらかじめおすすめのメニューとか予習してきたので、とりあえず急いで全部頼みました。いやもりもり寿司来れてよかった。でも2時間も待ったから、さすがにめちゃくちゃ美味しくないと割に合わないですよね。じゃーん、サーモンとブリが来ました。お味はどうでしょうか。それじゃあいただきます。本当に2時間待った甲斐があるのかな。そんなに美味しいのかな。私結構舌には厳しいので厳しくいきますよ。何これ、うますぎ。これ見てわかりますか。ネタがシャリに比べてめちゃくちゃ大きいんですよ。ネタがモリモリしてるからモリモリ寿司っていうそうなんですよ。うまい。それじゃあお次はブリいただきます。わー、プリプリしてて美味しそう。これやばい。美味しすぎる。幸せですね。じゃん、駅前3点盛り。美味しそうすぎる。急いで食べないと。ここ10時閉店なのであと30分しかないんですよ。まあでも今日はね、予算限られてるおかげでそんなに爆食いしなくて済みそうです。美味しい。うま。もりもり寿司やばい。このもりもり寿司のお店は一応東京にもチェーン店があるそうなんですけど、この石川県で食べると産地直送だし、こういう店舗限定の寿司とかもあるので、東京と食べるのとはまた違う楽しみ方ができるそうなんですよね。これなんだろう、初めて食べる。あ、エビかな。エビっぽいですね。
緑だからエビか分かんなかった。もりもり寿司食べて私も元気もりもりになりました。うなぎ大好きなうなぎ食べれるの嬉しい。なんでこんなに美味しいんだ。うなぎ。石川県といえばカニですよね。もちろんカニも頼みました。うますぎる。ブリのあら汁を頼んでみました。ブリが入っていてめちゃくちゃ美味しそうなんだよね。見てください。大きくないですか？うまそう。あったまる。やっぱ石川県は北陸なので夜になると9月でも少し冷え込むんですよ。なのでそういうあったかい汁を飲むと体の芯から温まっていいですよね。美味しい。ごちそうさまでした。めちゃくちゃ美味しかったです。最後のスポットは JR 金沢駅にやってきました。ここの後ろに見えている赤い門は鼓門といって金沢駅のシンボルとなる楽器の鼓をイメージした形になっているそうです。めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。いやー、石川県本当に楽しかったな。お昼は近江町市場に行って新鮮なお魚を食べれたし、その後は東茶屋街に行って金箔アイス食べたりとかレトロな街並みを楽しめたし、あとはドライブコースもいろいろ回れたし、最後にお寿司も食べれて本当に充実した旅になりました。なんか今回いっぱい食べてる気がする。すごくグルメ尽くしな旅になりました。あ、そう、東茶屋街で九谷焼を買ってたんですよ。可愛くないですか？パパクリッパのイメージに合わせてちょっと可愛らしい柄を選んでみました。これはまた今度パパクリッパでご飯炊いた時にお茶碗として使いたいと思います。そして最後にほんの気持ちなんですけど、今日使った予算と同じ金額分能登半島復興支援に寄付させていただきました。石川県は本当に楽しかったのでまた遊びに行きたいと思います。皆さんもぜひ行ってみてください。とっても楽しかったのでおすすめです。ということで今日も最後まで見てくれてありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録とコメントと高評価お願いします。じゃあバイバーイ。